こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。先日は歌の方ありがとうございました。いきなり歌い出しちゃったりして、やっぱ歌が来てるんですよね、私の中で。もう上手い下手というよりも歌いたいっていうこととか、とにかくこう表現したいっていうのがすごくあって、やっちゃいました。時々出ます。普通に動画も撮りつつ、時々歌も歌うので、いっぱい動画が出るかもしれませんが、やらせてください。皆さんもね、ぜひぜひいろいろ表現していくといいんじゃないかと思います。で、今日は、たくさんコメントもありがとうございました。嬉しかった。コラージュとかね、可愛かったよね。で、今日は、風の時代に入っていくっていう話をしたいと思います。土の時代から風の時代に入っていくみたいなんですね。で、今年の、終わりの、12月の終わりぐらいから、風の時代っていう時代に入っていくんですよ。で、今までの、時代はじゃあ何だったのかっていうと、土の時代って言われてるんだよね。でこれが、その占星術で見ると200年続いたみたいなんですよね。200年続いてた、地球ってさ、結局その星の占星術の近くの惑星の影響を受けてたから200年それが続いていて、土の時代から、風の時代への移行期間って言われてるみたいなんですよ。で、このね土の時代とかって何なのかってことなんです。すいません、ちょっと眩しくて。ね、土の時代っていうのは、やっぱ富とか権力とかさ、やっぱほんとそんな時代だったよね。だから私たちって結構生きづらかったみたいですよ。ね、土の時代っていうのはどんな時代だったかっていうと、私たちの安定とか、組織、権力、物質的地位、まさに1800年代から2020年代末って書いてあるから、200年以上続いた、200年ぐらい続いたってことなんですよね。だから私たちは今まで生きてきた時代っていうのはもう200年ぐらいその土の時代だったっていう。安定、組織、権力、物質的地位、あとはあれだよね、だからお金とか、なんていうの、縦社会とかさ、やっぱりちょっと変だったけど、そういうこの遊びをしてるからね、そういう時代だったみたいなんですけど、これからちょうどこう2020年の末から約200年間風の時代っていう時代に入るみたいなんですよ。これがねすごいなと思うんですけど、風の時代に入る、だから200年続くわけだから、私たちはもう生きてる間ずっと風だってことなんですよね。もうその移行期間だから、これからの私たちの人生みんな、今生きてる人たちはみんな風の時代を生きるってことで、生き切るってことだね。これはね、情報としては知っといた方がいいと思うんですよね。なぜならやっぱ大きい転換期になってくるから。そうで、この今までの、組織とか権力とか別とか、そこから変わってどういうふうに変わるかってことなんですけど、自由とか広がり、対等、富の分配みたいな、あとシェアとかね、あと軽やかさであったり、楽しさであったり、個の時代とか言われてるけど、本当に一人一人が自分を生きる時だと思うんですね。でそこの本当に移行期間、今はだから移行期間になるっていう感じだから、自分自身がさ、やっぱり今考える時だね。だから考えたり、それに対するアプローチをしていく時、12月から、でも12月に入ってしまったみたいな感じになるかもしれないけど、別にこういう風に変わっていくっていうことを知っておくと安心すると思うんですよね。なんか地球の変わり目でアセンションでね、どういう風に変わっていくのかって、良くなっていくのはもう本当に良くなっていくんだけど、どういう感じのことを意識するかとか、どうやって変わっていくかっていう、どのあたりでっていうのが分かってると安心するよね。なのでこれも一つの参考にしていくといいと思うんですよ。
土の時代から風の時代になっていくってこと。で、この時代になっていくからやっぱり働き方が変わったり、情報の質とか人間関係の質、全部が質になってくるんじゃないかと思うんですよね。そうもうさ、お金とか地位とかもうそういうものって全然魅力を感じないと、もちろん必要なものではあると思うんだけど、もっと私たちがきっとその風の時代になっていくっていうのは、重要視する部分っていうのがエネルギーであったりとか、やっぱりその気持ち、心の時代っていうことだよね。波動とか心とか、そのあたりがすごい重要になってくると思うんですね。だから一つ言えることといえば、スターシードの人にとってはもう追い風でしかないってことですね。なぜならやっぱり生きづらかった人が多いと思うから、生きづらくない、私とかもそんなに生きづらくはなかったけど、よりなんか楽しんじゃおうみたいなところはすごいあるんですよね。風の時代やっちゃおうみたいななんか軽いぞ軽さはあるぞみたいな感じなんだけど、今までやっぱり大変だった人とかっていうのは本当に自分が生きる時だし、自分を生きていい時だし、だから楽しいもう本当時代が始まるんですよ。で今はそれの移行期間だから、半年ぐらい、今は7月だからやっぱ生み出しとかがたくさんあるんだろうし、本当に私たちの追い風の時代というかね、そういう時代が来るっていう感じですね。今のうちに、できることといえば、やっぱり自分自身の、働き方を変えてみたり、考え方を変えてみたり、あと自分を大事にするってことだね。何回も同じようなことばっかり言ってますけど、自分を生きる、自分の心を生きるっていうことだと思うから、そこを一生懸命やっていくといいと思います。楽しい時だよね。この大きい変わり目でも全体的に見た時にもっと大きい変わり目だとは思うんだよね。インドのカリジュガっていうんだけど、2万年200万年だったっけな、2億年だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、いや2000年とかだったっけな。そういう変わり目でもあるんですよ。私たちは本当にその変わり目の時代を今生きてるから、すごい対応力があるんだなと思うんですね。そうで、私たちって変化していくものなんですよ。今までのその土の時代っていうのは安定とか変わらないっていうことですね。物質とかそういうズーンとしたものがあって、ちょっとやっぱり波動的に重かったんだと思うんですけど、これからはもっと軽やかさであったり、なんていうの、もう物とかの時代じゃないんだよね。情報とかになってくる。だからいろいろが IT 化されてきたりするんだろうし、だから IT 化されるっていうのはすごいいいことだからね。私たちはだからどんどん便利になって楽になってくるから、その分自分の時間ができてくるからね。そうだから今のうちにパソコンとかそういう IT 関係苦手とか思ってる人はもうスマホとか簡単にできてるから、スマホ触っていろいろそういうものに慣れて置いたり、別にその風の時代に入った後に全然やったっていいと思うけど、そういう風に変わっていく時だっていうことで、やっぱりさ、土の時代から風の時代って大きく変わるわけじゃないですか。200年も続いてたシステムが少しずつやっぱり移行していくわけだから、ここでやっぱり何も起きないっていうのはやっぱりないよね。地球の生み出しだよね。だからそういうものが起きて、私たちはもっともっと軽やかに生きられる、本当に待ち望んでいた時代っていうのを今とこれから進んでいくという時だから、自分のペースでいいので、自分自身の解放をどんどんしていくといいと思います。私もやってるんですよね。歌歌ったりとか、あと新しいやっぱり仕事もね、どんどんそれが来てて、新しい仕事を結構やっていくっていう感じです。私やっぱり海外に住んでたりするから、海外に住んでたり関わってるのはもうほとんど、お仕事では日本の人が多いですけど、一緒に住んでたり周りの人はみんなインド人だったり海外の人が多いわけじゃないですか。
だからそういうところで、私自身がやりたいこといっぱいあるんですよね。なぜなら地球を感じて地球全体のことをやっぱりやっていきたいっていうのが、まあ、結構あって、でその辺りのことも結構やっていこうかなと思ってて、でもここってさやっぱりさ土の時代だと結構難しく感じちゃうじゃん。大変そうとかね、地球規模とかになるとでかそうみたいな感じだけど、まあ、風の時代に入るから軽やかにできるだろうし、あんまりそういうなんで、すごいことやろうっていうよりもなんか楽しみたいみたいな、楽しむ人数をどれだけ増やせるかみたいなところがあるから、私自身が一番楽しくやっていきたいなと思っています。軽やかさだね。もういろんなことを難しく考えてたりとか、これからどうなっちゃうのかなとかさ、いろいろ不安になること多いと思うんだけど、大丈夫だから。本当に確実にこういい方向に向くためのステップを私たちは進んでるから、長期的なちょっと長いスパンで先を見てた方がいいよね。だから今結構こうなんていうの、今だけを見ていると不安になることは多いと思うけど、先を見た方がいいと思うんですよ。先のところでね、楽しみ、なんかそういうワクワクする時代来てるんだみたいな感じでワクワクしてるといいと思うし、今自分が結構やること結構ありますから、波動整えたりブロック解除やったり、仕事の仕方変えてみたり、お金の価値観変えてみたり、人間関係を変えてみたり、自分の断捨離をしてみたり、もういろいろやることありますよ。新しいものを何か生み出したり、いろんなインスピレーションが降りてきてる人もいると思うし、考え方の癖が入ってる人は考え方の癖を取ってみたり、そう本当に時代は大きく変わってきていて、しかもすっごい楽しい時ですから、私も怖いけどやっぱり歌っていうものに挑戦したりしてるじゃないですか。あとなんかこうやっぱ世界っていう、世界宇宙規模だね、宇宙的にやっていきたいっていうのがずっとあって、本当にこう軽やかにできる時が来たのかなと思ってますね。全部が整っちゃって、整いましたっていう感じで全部が整っちゃってるんだよね、ありがたいことに。そう怖いですよね、やっぱり変化することっていうのは怖く感じるかもしれないけど、宇宙っていうのはやっぱりずっと変化し続けてるんですよね。現状維持っていうものの方が大変なことですから、変化することを楽しんでいくといいと思います。で、私の人生自体も本当に変化をずっとし続けてるんですよね。変わることが楽しいし、なんか現状維持に何も魅力を感じないというか、あの飽きるんですよね。気移りしちゃうし、こういう人多いと思うんですけど、本当にこう楽しく軽やかに進んでいただくといいんじゃないかと思います。これからね、土の時代から風の時代に入っていきますから、これの、楽しみにそういう時代を過ごしていただくといいと思います。今は移行期間っていう感じになるみたいだから、この動画を見てる方たちはいろいろ分かってる方も多いと思うけど、安心して今やることをしていただくといいと思いますし、先の未来のところを楽しみに今を過ごしていくといいんじゃないかと思います。ではでは。